皆さん、おはようございます。浩平です。今日もよろしくお願いします。前の動画で、はじめましてについて、説明をしました。見ていただけましたでしょうか。今回も自己紹介の仕方、使えるフレーズ、便利なフレーズについてお話ししようと思います。自己紹介はね、たくさんシチュエーションがあります。友達のような近い人と話すとき、会社の同僚とか会社の先輩と挨拶をするとき、あとビジネスの場面で話をするときですよね。社長と話したりするとか、違う会社の人と話したりするとき。で、あとは、実習生とか特定技能の方は一回経験すると思いますが、面接の時ですね。いろんな場面で自己紹介をする時があると思います。日本に行ってからも自己紹介をする機会はたくさんあるので、今日の動画を見て、ぜひ勉強していってください。今日の動画のスクリプトはパトレオンに載せようと思っています。パトレオンの方では毎週日曜日の夜に会話の練習をしたり、平日はポッドキャストのスクリプトとか、あと1週間に1回文法の動画を上げようと思っています。1ヶ月5ドル、日本円だと700円ぐらいですかね。それぐらいで1ヶ月日本語の勉強することができるので、興味がある人はぜひパトレオンの方に来てください。前は初めましての使い方について、今日はその後に話す名前についてお話ししようと思います。名前に関してもシチュエーションによっては言い方が違います。今日は3つのシチュエーションに分けてお話をします。まず1つ、初対面の人に対して自己紹介をする場合。初対面の人相手だと、会社の人が相手で少し丁寧にしたいとき、あと友達の友達に会ったときみたいな、別に丁寧じゃなくてもいい場合もあります。これ2つ紹介します。まず1つ、少し丁寧に挨拶をしたいとき。例えば、はじめまして、浩平です。浩平と呼ばれています。よろしくお願いします。このような形です。少し丁寧に話しています。この時、まずフルネームを言ってください。私今、浩平という名前でやっているので、浩平をフルネームとしています。フルネームを言った後に、何と呼ばれているかを説明しています。これが大切です。日本人は、最初が名字で、後が名前というように名前が2つに分かれているので、丁寧な時は名字、丁寧じゃない時は名前で呼んだりということが多いです。なかなか自己紹介の時でニックネームとかで挨拶することはないので、日本人の場合は、例えば、何々です、よろしくお願いしますというだけで、相手が勝手に呼び方を決めてくれます。なんですが、インドネシア人もそうですし、他の国の人もそうなんですが、日本人が慣れていない名前が多いので、フルネームを言った後に、呼びやすい呼び方を教えてあげると、すごく優しいのかなと思います。次に、友達の友達のような、あまり丁寧じゃなくてもいいような場面の挨拶です。はじめまして、浩平です。よろしく。こんな感じです。はじめまして以外は少し丁寧じゃなくなって、距離が近くなったのかなと思います。まず最初の浩平ですの部分。これはフルネームいらないです。呼び方だけで大丈夫。浩平と呼んで欲しければ浩平ですと言ってもいいし。他の呼び方があるならそれで呼んでもいいし。例えば友達から違う呼ばれ方をしている。そういった時はそれをそのまま伝えてもいいかもしれないですね。特にビジネスをするわけでもないし、仕事をするわけでもないので、フルネームは必要ないのかなと思います。あと、よろしくお願いしますを普通形にすると、よろしくです。これもそのままよろしく。で OK。友達と挨拶するときは、国によって文化は違うと思うんですけど、握手とかしても別にいいのかなと思います。ビジネスの場面で最初に握手することはほとんどないので気をつけてほしいんですが、そうじゃない場合、そういったときは人によっては握手する人もいるので、皆さんがもしするのであればしてあげてください。このような形で少し丁寧に挨拶をしたい場合と、丁寧じゃなくてもいい場合で伝えることが違います。特に日本人は名字名前で分かれていますが、そうじゃない人も多いと思います。そういった場合は先にフルネームを伝えて、その後に呼び方を教えてあげる。そういったことをすると変な会話がなくても済むと思うので、すごく簡単に自己紹介をすることができるかなと思います。では次、ビジネスの場合。ビジネスのシーンでももちろん自己紹介をします。もちろん名刺を渡しますが、名刺を渡す時にも自己紹介をするし、名刺交換がないような場合でも、もちろん自己紹介をするので、そういった時の自己紹介です。はじめまして、ABC の浩平と申します。よろしくお願いいたします。こういった形です。かなり丁寧になったんじゃないかなと思います。まずビジネスの場合、所属している会社や学校がありますよね。なので、ABC と名前を付けていますが、ABC の公平です。ABC の公平と申しますと言ってください。次に申しますですね。聞いたことある人もいるかもしれません。これは普段の会話では使うことはありません。ほとんどがビジネスの場合で使います。メールとか会話の時とかですね。申しますというのは言いますの謙譲語です。敬語表現の一つですね。みんなの日本語2の49か50かで勉強すると思います。
申します。これは目上の人に対して自己紹介で名前を言う時の表現の一つです。ですも丁寧形なので使っていいんですが、申しますというのがビジネスの時の表現の一つとして存在しているので、ですではなく申しますを使ってください。さらによろしくお願いいたします。よろしくお願いしますでもいいし、いたしますを使ってもいいです。これはどちらでもいいのかなと思いますが、丁寧に挨拶したい場合はよろしくお願いいたしますを使った方がいいのかなと思います。もちろん日本人同士の場合は敬語表現かなり重要視されていますが、日本語学習者の人が話すときは多少違っても特に問題はなく、違和感なく進むと思うので、あまり気をつけすぎない方がいいのかなと思いますが、できた方が日本語上手だなと思ってもらえたりするので、練習はしておいた方がいいのかなと思います。さらにですね、先ほどと同じで丁寧な表現なのでフルネームを言いたいですよね。ここでフルネームではなく呼ばれ方、特にニックネームとか友達で呼ばれているようなものを言ってしまうと礼儀がない人というような印象を与えてしまいます。ビジネスの場では必ず丁寧に挨拶をしなければなりません。それが下の人の場合でも上の人の場合でも同じです。ビジネス、会社の中で仕事したり違う会社の人と仕事をしたりする場合は特にこの丁寧な表現というのは気をつけた方がいいかもしれないですね。このあたりはもしかしたらドラマとか映画とかを見た方が分かりやすいのかもしれません。ちなみに呼び方を伝える場合、先ほど公平と呼ばれていますと言いましたが、呼んでくださいというとお願いの表現になってしまうので、呼ばれていますと呼んでくださいだと呼ばれていますのが丁寧な印象がありますね。呼んでくださいだとちょっと近いような印象があるので気をつけた方がいいかなと思います。そして最後、面接の場合です。実習生、特定技能生、必ず会社に採用してもらうときは会社の人と面接があると思います。この時も、自己紹介で表現が少し変わってくるので勉強していきましょう。面接の場合、一番違うところは会話形式じゃないというところです。会話じゃないんですよね。まず自己紹介をしてくださいと言われて一方的に自己紹介をするので、ここで全てを伝えきる。これが大切になります。会社の人は履歴書を見ているので名前を知っています。なのでゆっくりと伝えることを心がけてください。はじめまして。私の名前は浩平です。浩平と呼ばれています。よろしくお願いします。少しゆっくり、少し大きく話すといいと思います。特に自己紹介の最初なので、最初の印象が大切ですね。最初大きく言うようにしましょう。その時、必ずフルネームで言わなければなりません。あと、早く言ってもいけません。ゆっくり言ってください。会社の人は履歴書を見ているんですね。履歴書を見て名前が合っているかどうか、あとどうやって呼ぶかとかを確認するためにも自己紹介を聞いているので、必ずフルネームをゆっくりという。その後に呼び方を伝える。ここで呼び方をしっかり伝えないと、質問の時に何て呼べばいいかとか、そういったことがわからなくなってしまうので、必ずフルネーム、呼び方の順番で言ってください。中には慣れている人もいると思いますが、日本人の中には外国人の名前に慣れていない人が多いと思います。中には慣れている人もいると思いますが、ほとんどの人が慣れていないので、しっかりゆっくりと発音してあげてください。そして最後、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますでもいいし、よろしくお願いしますでもいいです。技能実習生の面接では日本語が上手ではないということが分かっているので、そこまで丁寧にしすぎない方がいいと思います。ある程度丁寧形がしっかりとできていれば問題はありません。普通形を使わない、丁寧形を使う、これが意識できていれば実習生は大丈夫です。ただ、特定技能とかもっと上のレベル、そういった面接になると日本語の能力がかなり大切になってくるので、本日はどうぞよろしくお願いしますだったり、よろしくお願いいたしますのようなビジネスとか面接の時によく使われるフレーズを勉強してしっかりと使っていくようにしましょう。ということで、自己紹介の名前の言い方、シチュエーション別で説明していきました。どうでしたでしょうか？日本語にはね、敬語表現があります。これはかなり複雑なので、自分がどのタイミングで自己紹介をするのか、シチュエーション別でしっかりと勉強していってください。基本的には丁寧形を使って挨拶をするのが一番です。なんですけど、慣れてきたら友達相手とかだと普通形を使ったりとか、そういったスラングに近いものも勉強していけるといいのかなと思います。なかなかこういったことは教科書を見ても勉強はできないので、ドラマとか映画とかを見て勉強していくのが一番いい方法かなと思います。まだまだ自己紹介についてのビデオを作るので、続きが気になる方は、ぜひチャンネル登録をしてもらって、コメントで何か質問があればしてください。パトレオンの方でスクリプトを載せています。会話クラスだったり文法の動画も載せているので、
で、ぜひそちらも見てください。聴解とか文法の勉強がしたい人は、ぜひそちらに来てください。YouTube では、ポッドキャストだったり、こういった動画をたくさん作っているので、ぜひそちらも見てください。何か気になった動画があれば、友達とかにシェアしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。